肘についてですが、こうすることでリアルの肘に近くなるというメリットがあります。はい、夏森勝です。今回は人体モデリングについて解説します。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。まずモデリングする前にバランスのいい人体の比率を解説していきます。この棒の数を頭身の数と定めます。女の子をモデリングしたい場合、頭身は5から7ぐらいがベースとなります。小さな女の子になりますと4頭身ぐらいがちょうどいいです。今回は5頭身を中心にお話ししていきます。体の比率は5頭身ですと基本的に1対1となります。どういうことかと言いますと、一番上の頭身は頭で、その下が胴体、足とします。胴体と足の長さはだいたい1対1でバランスが取れます。5頭身だと胴体がボーン2つ分で足も2つ分ですね。そして胴体と足の真ん中のやや上あたりを足の付け根とすれば足が長くなってよりスリムな体になると思います。腕の長さは5頭身の場合、上腕と前腕、そして指先まで計算するとボーン2つ分ぐらいがちょうどいいです。そして肘の位置は上半身の真ん中よりやや上あたりにきます。足の長さも太もも、すね、足を合わせてボーン2つ分で、膝の位置は真ん中よりやや上のあたりにきます。手の位置は足の付け根あたりに手首が来る感じです。これはイラストでいう当たりのようなもので、このように比率をしっかり考えることで人体のバランスに迷うことなく始めることができます。もし体のバランスがなんかおかしいと感じたら、この棒を物差しにして調整してみるといいと思います。この棒の作り方も説明します。シフト A からアーマチュアを選択して、編集モードから右クリック、細分化を選択。左下の細分化から分割数を調整し、あとはオブジェクトから S キーで大きさを調整しましょう。これで物差し棒の完成です。ただ、一つ注意しないといけないのは、この物差しはあくまでバランス調整のためであって、全てこのバランスがいいというわけではありません。キャラクターによっては足を少し長くした方がいいこともありますし、頭の大きさも変えた方がいいこともあります。ここはそれぞれの作風があると思いますので、好きなようにモデリングするのが一番だと思います。次に人体をモデリングしていきます。ここでは体を中心に話していきます。人体のモデリング方法は人それぞれ違いますので、これが正解というのはありませんが、その中でも基本となることを紹介します。それは8つの頂点数でモデリングすることです。モデリングの頂点数は最低限になると8つで、この数でモデリングするのがちょうどいいと言われています。なのでここでは頂点数を8を基準に体をモデリングしていこうと思います。まずはオブジェクトメニューにしてシフト A からメッシュを選んで円柱を選択します。左下の円柱を追加から頂点数を8に設定します。さらに蓋のフィルタイプをなしに設定して蓋を削除します。トランスフォームの位置を X 軸が0になっていることを確認しましょう。ここが少しでもずれていると作業しづらくなりますので、数値を0に設定しましょう。この円柱を編集モードから左半分を削除し、ミラーボディファイヤーを追加します。この円柱をクビットします。その後、編集モードからシフト A で先ほどと同じように円柱を出しますと、このようにミラーがかかった状態の円柱は追加できます。R キーを押した後に Y を押して90を入れて真横にします。G キーで腕の付け根となるところに移動しましょう。大体の位置で大丈夫です。同じようにシフト D で複製し、R で回転し、足の付け根にも配置します。大きさを調整するため、それぞれを S キーで小さくしたり、B キーで選択して G キーで動かしてみましょう。体の配置がわからなくなったら、先ほどの100度となる棒を重ねてみましょう。これを元にとりあえず円柱を配置してみましょう。だいたいこんな感じですね。一旦首を選択してシフト D で複製し、腰あたりに配置します。次に胸を作りましょう。編集からシフト A で UV キーを選択しましょう。UV キーを追加の設定をセグメントを8、リングを4にします。3キーを押してカメラを真横にします。下半分を B キーで選択し削除します。胸を選択し R を押して X を選択した後、90と数値を打ちます。すると X 軸方向にだけ90度回すことができます。S キーで大きさを調整し G キーで配置しましょう。作業しやすくするためにミラーにクリッピングを入れましょう。これをチェックすることで頂点がミラー側に行かなくなります。ここからは面を貼っていく作業となります。面を貼る方法はいくつかあるのですが、その中でも基本となるのは F キーと E キーの2種類だと思っています。まず F キーの方法です。面を貼りたい頂点をシフトで選択した後、F キーを押すとこのように面を貼ることができます。これは面貼りの基本的な操作となります。もう一つは E キーで、これは押し出す方法です。頂点をシフトで選択した後、E キーを押すとこのように面を押し出すことができます。F キーと E キーで面を貼ると覚えておくといいです。頂点数が足りないと感じたら、このようにコントロール R を押すことでループカットして増やしていったり、右クリックの細分化から頂点数を増やしていく、あるいはナイフツールを使うなどの方法があります。逆に増えすぎたらデリートキーを押して削除していきます。なので最初は頂点数を増やしたり減らしたりしながら面を貼っていく作業となります。早送りしながら作業動画を流していきます。
結構適当に面を張っていますが、後でいくらでも辻褄を合わせられますので、最初はこのぐらいざっくりで大丈夫です。この段階でいきなり作り込んでしまうと完璧さを求めてしまって逆に作業が進まないんですね。なので最初はざっくりでいきましょう。トポロジーが気に入らなければ、このように変を削除し、K キーでつなげたり、J キーでつなげたりして、自分が気に入るトポロジーにしましょう。ここで一つ作業しやすくするコツがありまして、それはサブディビッションサーフェスをかけながらモデリングすることです。サブディビッションサーフェスとは、メッシュを分割してより滑らかにすることです。簡単に言うと、最初から体の肉厚感を出しながらモデリングできるということで、これは人体モデリングの大きな助けとなりますので、ぜひ活用しましょう。モディファイアを追加からサブディビッションサービスを選択します。するとボタンが4つ表示されているのが分かりますでしょうか。左から順に説明しますと、一番左はオンにすることで元の頂点をモディファイアの結果に適用させられます。左から2番目はモディファイアを適用した状態で編集ができるようになります。右から2番目はオブジェクトモード中に適用後の形状にするかどうかが決められます。一番右はレンダリングにモディファイアを適用するかを決めるかどうかです。ここでは4つのボタン全てをオンにしましょう。オンにしたら編集モードに移ってみるとモディファイアを適用した状態で編集できるようになります。あとは E キーや F キーなどで編集していきましょう。G キーで頂点を動かす場合、プロポーショナル編集をオンにすることで隣接している頂点を動かすことができるようになります。さらにホイールを動かすことで範囲も設定できますので、ぜひ活用しましょう。これでモデリングがだいぶ楽になるのではないかと思います。もちろん人によってはサブディビジョンなしの方がモデリングしやすいかもしれませんので、こういうモデリング方法もあると思っていただけたらと思います。また人体モデリングの助けとなると言いましたが、手の指のように繊細な作りが必要な箇所はむしろサブディビジョンをかけずにモデリングした方がいいこともありますので、うまく使い分けるのがベストです。とにかく最初はいびつで構いませんので、まずは人体を完成させることを目指しましょう。この段階ではトポロジーはあまり気にせず、とりあえず気軽にモデリングするのがいいと思います。8の頂点が最低限と言いましたが、頂点数が足りなければどんどん追加しても構いませんし、逆に減らしても大丈夫です。基本的に四角ポリゴンでモデリングしてますが、慣れてないうちは三角ポリゴンでも五角形ポリゴンでも大丈夫です。まずは完成させることの方が大事です。何も見ないで一から作るのは至難の技なので、最初はモデリングしている動画などを見つけてみて、それを真似するのが一番いいと思います。というのも、自分もまだまだ勉強中で、他の方々のモデリング動画などから学ぶことがたくさんあるからです。その後、人体のことに興味を持ち始めたら、解剖学などを調べて学んでみるといいと思います。ところで、キャラクターモデリングに人体構造の理解は必要かと疑問に感じている方もいるのではないかと思います。結論から言いますと、人体の構造理解はキャラクターモデリングには必ず必要です。というのも、これは人体のモデリングのみならず、ウェイト調整をするときにも必要だからです。もし人体の構造を理解してないと、間違ったところにウェイトを塗ってしまったり、違和感のある体ができてしまい、どこがどうおかしいのかがわからないからです。大変恥ずかしながら、自分は上腕に肘の出っ張りがあると思い込んでいました。肘の出っ張りは前腕にありますので、こういったミスをなくすためにも、人体の理解は絶対必要なのです。この肘の件でご指摘してくださった方には本当に感謝です。ここからは作業動画を流しながらいくつか届いた質問に答えていこうと思います。まず三角ポリゴンからです。三角ポリゴンに関しては自分はよく使っています。というのも指の爪や顔の頬など繊細な作りが必要な箇所は三角ポリゴンを使った方が表現しやすいからです。なぜ基本的に四角ポリゴンで構成するのかと言いますと、ループカットが途切れる、面の流れを選択するとき三角ポリゴンの箇所だけ途切れるなどが理由です。でもだからといって全てを四角ポリゴンにする必要はありません。先ほど言いましたが、三角ポリゴンは繊細な箇所をモデリングするときや頂点数を必要最低限するときなど、むしろ使うことで作業がしやすくなったことが何度もあります。なので四角ポリゴンと三角ポリゴンは必要に応じて使い分けるというのがいいと個人的には思います。もう一つ画角について話します。モデリングするときは基本的に画角は 50mm が良くて、これは人間の視野角に最も近いと言われているからです。ただ顔をモデリングするときは基本的に 100mm でモデリングするといいです。というのも顔にパースが入ると、あれ顔がどうやっても可愛くならないという現象が起きてしまうからです。これを防ぐために顔だけは 100mm でモデリングしています。これに関しては人によって意見が違うと思いますし、画角にはこれが正解だというのもありませんので、一つの意見と思っていただけたらと思います。
完成しました。だいたいこんな感じですね。他にもコツがありますので、それも紹介していきます。それは体はパーツごとに分けると覚えやすいということです。このようにそれぞれのパーツを分解し、どこに何があるかを覚えていくことです。大まかに分解するとだいたいこんな感じになります。もっと細かく分解できますが、そうすると情報量がものすごいことになりますので、だいたいこのくらいで大丈夫です。でもどこに何があるかすぐに忘れるんだよなぁと思うかもしれませんが、それで大丈夫です。もし忘れてしまってももう一度調べてまた覚えればいいのです。そういう自分も作業している最中は何度も資料を見ながらモデリングしてました。人体構造の理解は大事とは言っても、自分も忘れてしまうことは結構ありますので、そういう時はまた調べて勉強してを繰り返してます。また人間の体というのはところどころ曲線が存在します。例えば人体を真横から見ますと、背骨はまっすぐ伸びておらず、このように S 字を描いていて、足に関しては逆 S 字となっています。人体をモデリングするのであれば、この曲線の美学というのはぜひ取り入れましょう。ここからは人体パーツごとについて簡潔に解説していきます。まず顔からです。モデリング方法は基本的に体と同じで、口と目は8の頂点で作るといいと思います。もし頂点数が足りなければどんどん増やしていって構いません。あとは E キーで面を作り、 F キーなどでつないでいくだけです。最初は顔のバランスを整えるのが大変かもしれませんが、これに関しては何度もモデリングして慣れていくしかありません。トポロジーは後でいくらでも変えられますので、まずはざっくりモデリングして、その後じっくり調整していくのがいいと思います。最近流行りの女の子のイラストを観察してますと、目や口のパーツは小さく、頭が非常に大きいイラストがとても多いのです。これは赤ちゃんや子猫と似ていて、本能的に可愛いと感じやすい顔の比率なんですね。なので可愛い女の子をモデリングしたいのであれば、現在流行りのイラストを観察するのは非常に大事だと思います。他にもトポロジーのパターンやより可愛くするコツがあるのですが、それらに関しては過去の動画で語っていますので、興味がありましたらご視聴していただけると大変嬉しいです。次に腕について解説していきます。 T ポーズにすると手のひらが地面の方へ向きます。すると人体の構造上、前腕が少しねじれます。もう少し分かりやすく説明するために、回転のないモデルとあるモデルを用意しました。まず回転のないモデルです。そのまま円柱を伸ばすようにモデリングした腕です。もう一つは回転のあるモデルで、あらかじめ腕を曲げるような感じです。ボーンを入れて動かしたり、人体の構造を理解した上でモデリングしたいのであれば、こちらのように前腕が回転するようなトポロジーにすると、ボーンで動かす際ウェイト調整がしやすくなります。前腕には頭骨と尺骨という2つの骨がありまして、この2つの骨があるおかげで手の向きを変えられるのです。頭骨は親指側、尺骨は小指側と覚えるといいです。また肘についてですが、基本的に肘の外側の面はこのように頂点を増やし、逆に内側は頂点を減らすといいです。こうすることで形状破綻しづらいだけでなく、このように肘を曲げた時外側がボコッと出るため、リアルの肘に近くなるというメリットがあります。一から説明しますと、肘の外側を K キーで四角の切り込みを入れます。離れている頂点は J キーで結合し四角ポリゴンにします。次に内側の頂点を減らすために、内側と外側の真ん中の頂点を J キーで三角ポリゴンになるように結合します。ウェイト調整に関しては、上腕は肘の出っ張りは塗らず、前腕は肘を覆うように塗りましょう。なぜなら肘の出っ張りは前腕にありますので、ウェイトを塗る際はここに注意しましょう。あとは肘を曲げてみて問題なければ完成です。この処理をするのとしないのとではウェイト調整のしやすさが変わってきますので、覚えておくといいと思います。手に関しては奥が深いので、ここでは指の関節について解説していきます。指の関節部分に関してですが、このように輪切り型と外側の頂点を増やした2種類があります。後者の方が綺麗な凹凸が作れますが、前者でも十分凹凸のある指が作れるんですね。必ずしも頂点をたくさん増やせばいいわけではなくて、時にシンプルなトポロジーにした方がいいこともあるということです。どちらにするかは各自好きなようにモデリングするといいです。肩周りのトポロジーは大まかに2つのパターンがあります。1つは胸から肩へと回り込んでいくトポロジーで、もう1つは胸から腕そして手へと流れていくトポロジーです。前者は三角筋を意識したトポロジーですので、肩周りが綺麗になりやすく、後者はモデリングがとてもしやすいというのが長所です。肩周りのトポロジーはだいたいこの2つが基本だということを覚えておくといいです。どちらが正解というのはありませんので、どのトポロジーを使うかは各自の判断にお任せいたします。胸は先ほどのように UV 球を半分にしたのを結
合すると最初から丸みのある胸を作りやすくなります。基本的には乳首に向かって辺が集まるようなトポロジーとなります。胸モデリングのコツとして辺は増やしすぎないことです。辺を増やしすぎるとガクガクした胸ができてしまいますので、最小限の辺で丸みのある胸をモデリングしていきましょう。また若々しい胸を作りたいのであれば、乳首の位置は横から見た時まっすぐにしましょう。下に置いてしまうと若々しさが損なわれてしまいますので注意です。正面から見た時、乳首の位置はまっすぐではなく少し外側に向けるとより美しくなります。次は太ももです。太もものトポロジーには2種類ありまして、このようにまっすぐのと筋肉の流れに従って内側に寄ってるのがあります。後者の方が人体の構造に合っていますが、どちらが正解というのはありませんので、好きな方を選びましょう。また太ももの付け根に関しては、このように辺をやや上に上げると足を曲げる際ウエイト調整がしやすいのと、太ももの形状が破綻しづらくなります。突然ですがニーソの話をします。ニーソは着圧が強いので、しっかり肌に食い込ませることでより肉感が出ます。ムチムチした足を作りたいのであれば、ここは意識するといいと思います。ただ肌を食い込ませたくない方もいると思いますので、その場合は自分の好みを貫きましょう。足に関してはいい気で押し出して足の指をモデリングして、それを結合していくという方法などがあります。基本的には資料を見ながらのモデリングとなりますね。くるぶしはこのように四角を切り込んでいくとポコッと出やすくなります。また個人的には足の甲はフェチポイントだと思いますので、ここは押さえておくといいと思います。いかがだったでしょうか。今回は人体を中心に解説していきました。どのパーツも一つ一つ調べていきますと、非常に奥が深いというのが分かってきますね。まだまだ分からないこととかたくさんありますが、もしモデリングの助けになるコツとかを見つけましたら、その都度情報発信していこうと考えています。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。